皆さんいかがアクアお過ごしでしょうか。文系アクアリストのハテナです。はい、ということでですね、今回はアクアリウムラジオシャープ13ということでやっていきたいと思います。で、今ご覧いただいている映像なんですが、私が先日立ち上げた60センチ水槽が今こんな状態になっています。いやー、綺麗ですね。はいって言ってる場合じゃなくてですね、これ、いつも通り青みどろとですね、あとは水カビが、発生しているということで、こいつをね、除去しながら、ラジオをするということになりますので、このね、映像も見ていただきながら、私の、話を聞いていただければなというふうに思います。で、ちなみにこの青みどろと水カビ、本当に毎回発生しますよね。私が立ち上げた水槽、ほぼほぼ出てます。もうね、毎回出てるんですけど、正直ね、この青みどろと水カビは大したことないので、息を吸うかのごとく対策をしていきたいと思います。はい。で、今回のお話なんですが、皆さんアクアリウム部屋って何か防水対策みたいなことってしているでしょうか。いや、防水対策って言葉変ですね。水漏れ対策、そんなものをしている方っていらっしゃいますでしょうか。もしいらっしゃったらね、どんな方法をしているのかっていうのをコメントいただければと思います。いや、私ですね、最近アクアリウム部屋を借りたいという風なお話をしているかと思うんですが、やっぱりね、一番心配なのがこの水漏れ、それによるですね、開花の、住人の方への被害というか、その辺がね、かなり心配で、今のような持ち家の状態、私の家なんですけど、それであれば、最悪ね、水漏れが発生したとしても、他の方にご迷惑をおかけするっていうことはないですよね。当然私の家でもですね、今2階でアクアリウムをやっておりますので、万が一水漏れ、例えば地震などでですね、水槽が倒壊して、で、水がもう全部こぼれたというような状況になれば、もうこれはかなり悲惨です。いや、もう悲惨どころかもう 100% 引退案件なんですけど、賃貸物件となればさらに気を使わないといけないということになるかと思います。で、そこでですね、私いろいろ防水について調べたというか、今考えている悩んでいるところでありまして、何かいい方法ないのかなっていうふうに調べているところであります。で、そもそもですね、この水が万が一漏れてしまった場合、そして開花の住人の方とか、他のね、方へのダメージということで、絶対やっておかないといけないことが保険ですよね。当然火災保険とか、賃貸の方っていうのは入ってらっしゃると思うんですが、その火災保険とともに重要なのが個人賠償特約ということになるかと思います。個人賠償特約はですね、例えば水漏れ、冬の水漏れとかですよね。これ水槽とは限りません。例えば洗濯機とか、家っていうのはね、当然水を使いますので、その時に発生した、故意ではなくですよね。それで発生した水漏れ、それで開花の住人の方に何か被害が及ぼしたという時に、それを保証してくれる保険というのがあります。これはですね、当然入っておいた方がいいというか、私がもし賃貸物件を借りるならば必ず入りたいというふうには思っています。中にはその保険入ってなくて300万円とかね、それぐらい、いや、下手したらもっともっと行く可能性もありますよね。それぐらい費用がかかる。また、何よりね、下の方に対しても本当に申し訳ないということになりますので、そういった意味では必ず保険は入っておかないといけないかなということですよね。ただこの個人賠償特約、一つ注意点は、基本的にこれ人が起こした、故意ではないミスというか、そういったものに対して、保証が下りるというものになりますので、例えばこれが地震が発生して、水槽が壊れてしまった、崩壊してしまって水漏れが起こった、それにより他の方にご迷惑をおかけしたっていう場合は、これおそらく保証されないはずです。なので、もし万が一これね、地震が起こってそうなった場合、かなりやばいんですよね。地震保険とか、例えばオーナーさんが入ってるもので何か保証されるとかあるんですかね。ちょっと私よくその辺分かってないんですけど、なのでこの個人賠償特約も万能ではないということになるかと思います。そんな注意点もあるんですが、一応このね、保険は入っておいた方がいいかと思います。ただですね、保険に入ったとしても、
やはり水漏れが起こってしまったっていう事実は残りますので、そもそもそれをねまず防ぎたいっていうのが私の今目標というか一つ考えているところなんですよね。で、その方法なんですが、結構ねいろいろあるっちゃあるんですよね。よくですね、このバルコニーであったり屋上の防水とかですかね、それで使うような例えばウレタン防水、塗装であったりとか、FRP 防水、そんなものもあります。調べてみるとどちらも一応ね、DIY でもできそうではあるっちゃあるんですけど、なかなかねハードルが高い、また結構費用がかかるということですので、なかなか現実的ではないのかなっていうふうには思っています。FRP 防水とかもしね、できたら例えばこう木で、箱を作って、そこに、塗装を施せば、水槽みたいなものが作れたりっていうのもありますので、一回ねやっておくっていうのも手かなっていうふうに思うんですけど、なかなかやっぱりね結構費用がかかるものですよね。一応仮にねどうやってその FRP 防水とかやるのかって言いますと、例えば合板とかですよね、構造用合板とかコンパネをですね引いて、でちょっとこう高さをこうなんて言うんでしょう、枠を作るんですよね。でその中にこう防水の塗装を施して、そこに水槽台を置いて水槽を置くというようなことを最初想定をしていました。それだと万が一水槽から水が漏れたとしてもですね、その第2の水槽っていうんですか、そこでこう水をキャッチできるので、それはどうかなっていう風に最初考えたんですよね。どうですかね皆さん、その案。いやちょっとね本当に意見が欲しいというか、こんないい方法があるよっていうのはねもう本当に教えていただきたいというところです。はい。できればね、私今、家の中でもアクアリウムやってるので、いい方法があれば、そこでもね、実践したいなっていうふうには思っていますので、ぜひ教えてください。はい。で、次に私が考えたのが、クッションフロアとか、あるいはもうちょっとね、強度が高いものでいくと、長尺シートっていうのがあるんですけど、それをですね、賃貸物件とかの床に貼って、で、それだけだと、ただ表面上だけ、水を染み込まさないというか、撥水効果があるかどうかってちょっと微妙なようで、ちょっと吸水してしまうっていうところもあるみたいなんですが、ちょっとだけのね、そのこぼれた瞬間であったり、ずっとなんて言うんでしょう、完全に水槽みたいに、防水をする必要は、ないといえばないですので、そういう意味では例えばクッションフロアとかを引けば、それで一応防水にはなるのかなっていうふうにも考えています。ただですね、クッションフロアを引いたところで、例えばもう大量の水、例えばそうですね、10リットルとか、場合によっては、30リットル、40リットル水がこぼれてしまった時っていうのは、当然水が広がりますので、その壁際のところ、壁際から水が下に染み込んでいくっていうことは当然考えられますので、そのあたりをどうするのかっていうのがまた課題にはなりますよね。長尺シートとかであれば巻き上げと言いまして、壁際に向かってちょっとなんて言うんでしょう、そのシートをですね立てるというか、はい、立てて要は器を作るような形ですよね。そんな風な施工の方法があるにはあるということなんですが、なかなかちょっとね見てるとハードルが高そうなんですよね。で、仮にそうやったところで長尺シートとかクッションフロアっていうのは先ほども言いました通り、別に完全に水を撥水したりとかできるものではありませんし、そんなものを想定した商品ではありませんので、やったところでもしかしたら意味がないということは可能性としてはあります。ただですね、普通の、フローリングであったりとかいうものよりは確実に水には強いと思いますので、そういった方法も一つ考えられるのかなというふうに思います。いやー、この方法どうですかね。これが一番ちょっとやりやすいというか、まだ一番現実味がありそうな気がしますよね。なんせ賃貸物件なので現状回復、復帰が必要ということになりますので、それがしやすい方法、これもね一つ重要かなというふうには思います。はい、ということで皆さんどうですかね。何かいい方法、私が今申し上げた方法で大丈夫そうですかね。
いや、もし何かあればね、ぜひ教えてください。もう一つあと考えられるのが、もうこぼれてしまった水をキャッチする。いや、なんかいい方法ないですかね。例えば、こうタオル、吸水性がめちゃくちゃいいタオルを敷きまくるとか、なんかね、一応こう防災グッズでそういうのがあるみたいなんですよ。で、それを引いておけば、万が一漏れたとしてもそこでね、キャッチしてもらえれば、一応当面はしのげるということになりますので、何度も言いますが、別にね、水を常に溜めておくものが必要っていうわけではなくて、一時的に水をキャッチができればいいわけですから、そんな風な方法ももしかしたらありかもしれません。はい。私が今ちょっと最近悩んでることをお話ししました。はい。こんな風にですね、賃貸物件でアクアリウムをするっていうのはかなりハードルが高いという風に今ちょっと実感をしだしてるんですが、一つ一つね、解決をしながら、ちょっと目標に向かって頑張っていこうかなという風に思っています。はい。ということでですね、今回はアクアリウム部屋の防水についてお話をしてきました。はい。ということで、本日も最後までご視聴ありがとうございました。ぜひこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた。